はお気に入りに囲まれた私の小さな部屋をご案内していこうと思います。私は今都内の川の見える部屋に妹と2人で住んでいます。部屋の全貌はこんな感じです。この部屋を選んだ一番の決め手は川の見える窓からの風景です。一つ前に住んでいた部屋も川の近くのお部屋だったので川が好きなんだと思います。今日はこの中で私の部屋の部分をツアーしていきたいと思います。私の部屋は6畳と、あとこの畳と窓までの間の板の間を合わせるとだいたい 6.5 畳で、プラス押し入れのついたコンパクトな和室になっています。まずは本棚横のスペースから、一番右に見えるのがヒーターになります。今私たちが住んでいるお部屋が妹の部屋にしかエアコンがついていないので、この冬寒さに耐えかねて Amazon ブラックフライデーでポチりました。こんな風に持ち運びができるのをとても気に入っているのと、電源を入れるとこんな感じでモニターが上がってくるのも可愛くて気に入っています。あと何より首振り機能がついているので、あったかい空気が部屋全体に行き渡ってとても重宝しています。左側のスペースには掃除用具を置いています。このほうきが確かセリアで100円で買ったものだったと思います。和室だと掃除機よりもほうきの方が掃除しやすかったりするので、これを使って掃き掃除したり、これが友人の結婚式の引き出物でもらったはたきです。こちらもセリアで買ったブリキアルミのちり取りになります。これをリンゴ箱の横にかけて使っているんですけど、こんな感じで、これも100円ショップで買ったフック付きのネジをグリグリっとリンゴ箱に差し込んでフックにしてかけて使っています。次は本棚のコーナーを紹介したいと思います。このリンゴ箱はリンゴジュース屋さんで1個500円で手に入れたものを重ねて使っています。古いものが好きなんですけれども、アンティークは高いし既製品は気に入るものが見つからなくて、今はこのリンゴ箱本棚で落ち着きました。この数字の手書きの文字とかも今は気に入って愛着を持って使っています。本棚の上にはお香立てだったり、大好きな映画のパンフレットだったり、旅先で出会ったものたちや、あとはアクセサリーとか、そういう自分のお気に入りたちを飾って楽しんでいます。これはアクセサリー入れです。上海に旅行に行った時に買ったものだと思います。ちょっと雑多に詰め込みすぎているので、もうちょっと大きなアクセサリー入れが欲しいなと思って探している今日この頃です。すごく安かったと思います。で、お隣にあるこちらが去年の7月にタイとベトナムに一人旅行に行ってきたんですけれども、その時にタイのチェンマイの古道具屋さんで見つけた昔の中国のスナッフ鍵タバコだそうです。中の絵が虎がとっても綺麗で気に入っています。お隣が好きな洋服のブランド、休日と歌の狼とフクロウという香水のシリーズです。とってもいい匂いがします。で、ここにあるのがそれぞれ旅先で拾ってきた石たちです。これがベトナムの海辺で拾ったものになると思います。で、お隣がフランスのパリに旅行に行った時に飲みの市で手に入れた薬入れ、アクセサリー入れですかねに指輪を入れています。で、こちらがこれも旅で出会った鹿児島で偶然やっていたアンティーク市みたいなところでゲットしたものと、どこで拾ってきたかちょっと忘れました、サンゴと、あとネックレスですね。このネックレスちょっと変わっていて、ポニーテールの女の子体操選手が
鉄棒にぶら下がったようなチャームがついています。置いているピンクの貝殻の置物は地元の古物屋しぐれさんで手に入れました。こんな感じでお気に入りを並べて眺めて楽しんでいます。この鳥は嘘という名前の鳥なんですけれども、前に仕事で鳥取に長く滞在していた時に出会ったものです。他にもウグイスとか小鳥がいっぱいいたんですけど、このピンクと青の色合いと昔の古い言葉で口笛を意味する嘘という名前が可愛いなと思って東京に一緒に帰ってきました。お次は本の紹介をちょこっとしていきたいと思います。その前にお正月に妹と一緒に行った川越の氷川神社で引いた辰巳くじですね。可愛いです。これも氷川神社でゲットした、私は旅が好きなので旅行のお守りですね。パスポートチックになっていてとっても可愛いお守りです。これを本棚に飾っています。これが私のバイブルと言っても過言ではない谷川俊太郎さんの裸という詩集になります。これは私が大学卒業してすぐ奄美大島に一人旅に行った時に泊まった民宿に置いてあった本なんですけれども、私が気に入っていつも読んでいたらおかみさんがスススってやってきて、それあなたにあげるって言ってくださって、でもそんなんもらえないですって答えたら、おかみさんがそれは昔私がとっても大切にしていた刺繍なんだけど、そうやって大切なものって誰かから誰かに受け継がれていくものだからあなたに渡したいのっていう風に言ってくださって、今は私が大切にしている本です。今これ私の好きな嘘っていう、これも嘘ですね、詩と、あとこれは君っていう詩が私は特にお気に入りです。私もいつか誰かに手渡せたらいいなと思っています。これは僕のジョバンニというみずほさんの書かれた漫画です。チェロに魅せられたチェロ弾きたちの物語なんですけれども、私はみずほさんの書く漫画が本当に大好きで、今これは休載中なのでいつか続きが読めたら嬉しいなと思っています。これが前に断捨離の動画でもご紹介したんですけれども、北北西に雲と雪という漫画です。見ているだけでワクワクしてアイスランドに今すぐにでも行きたくなるような漫画です。あと私は西加奈子さんの小説も好きで、中でもこのさらばという小説を何度も繰り返し大好きで読んでいます。この本はワイルドサイドという野生の中で生きる人々の物語だったり、あと写真だったりをギュッと一冊にまとめられたドキュメンタリー本ですね。私は昔ボーイスカウトをやっていたような自然大好きっ子なので、これを読んでるともう早く自然に出かけたくてうずうずしてくるような本です。これは私の大好きな雑誌トランジットのタイ特集です。あとは砂漠の国特集とアイスランドの特集の3冊を持っています。いつか絶対に行きたい国です、アイスランド。これはトランジットにも写真を寄せている西山勲さんというフォトグラファーの方が作っているとても素敵な雑誌です。ここら辺にある本たちは福島の私の好きなカフェ二条ヒピンで出会ったものたちです。これは月決め本といって世界中の小さな家、タイニーハウスに住む人たちの特集だったり、生き方の話だったり、お金の使い方の話だったり、私の気になるトピックが特集になっていた本たちだったので、私も欲しいと思って手元に買っておいています。これも二条ヒピンで出会った本です。クソつまらない未来を変えるかもしれない投資の話という本なんですけれども、投資の話ではあるんですけれども、自分が何を選択して何にお金をかけて生きていくかっていう生き方の話にも通ずるような本でとても面白く読みました。こ
これは星野道夫さんの旅をする木という本です。写真家の星野さんがアラスカで過ごした日々を日記のようにして綴った本なんですけれども、星野さんの言葉を通してまるで私もアラスカの風景を覗いているかのような気持ちになれる素敵な本です。今見た舞台の半券が挟まってました。これも以前の動画でちらっと紹介したかなと思うんですけれども、沢木耕太郎さんの深夜特急という本です。これは沢木さんがインドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスで旅した時の記録を綴ったノンフィクションの旅小説ですね。もう読み終わるのがもったいなくて、私は最終巻の6巻をまだ買えずにいます。ここにはお香を置いていて、これは伊勢に旅に行った時に出会ったお香です。あとこの木箱の中にはマッチ棒だったり、あと無印良品で買ったお香とかが入っています。長くなってしまいましたが、私のりんご箱本棚の紹介でした。次は机のスペース。これは地元のリサイクルショップで見つけた電気スタンドです。ちょっとレトロな感じが気に入っています。机の前の壁にはお気に入りのポストカードとか、前の動画でもご紹介したんですけれども、雑貨屋さんで見つけた地図のポストカードに自分の行った場所、印をつけたものを貼っています。これ見ながら次はどこへ行こうかなと考えたりしています。本棚紹介の時には後ろにはけていたんですが、ゴミ箱はこんな感じでいらなくなった紙袋の取っ手を切り外して、これがいっぱいになったらこれごと袋に入れて捨てています。机の左側はこんな感じ。今は IKEA のクビスレというボックスでまとめています。左にイヤホンの充電と Apple Watch の充電もしていて、あとはポータブル充電器、 iPhone の充電もここでしています。次は机の左側のスペースです。ここにもリンゴ箱を使った棚を置いています。キャンドルを置いていたり、これはたまにご質問いただくんですけれども、 IKEA のトベールハンドというテーブルランプに同じく IKEA の電球をつけたものです。これは確か100円ショップの石粉粘土で自分で作ったアロマストーンだったと思います。ここにお気に入りの香りを垂らすと、いい香りが机の方に広がって作業に集中できます。これはどこかで拾った松ぼっくりと、日光に旅行に行った時に入ったアンティークショップで見つけた砂時計です。これは鳥取に行った時に買った鳥取の山根窯の器です。まるで鳥取の砂丘みたいで綺麗で気に入っています。こんな感じで香りのものをまとめて入れたりしています。あとここにはその時の気分に合わせてポストカードだったり絵だったりイラストカードだったりを飾っています。今はこの前のモネ展で見たウォータールー橋のポストカードを飾っています。棚には紙物を中心にポストカードのファイルだったりを入れていて、これはこの前行った印象派展で見たモネの睡蓮ですね。最近モネにとてもハマっています。あとこれは夏になったら飾りたいなと思っている花火のポストカードです。これはイソップのハンドクリームです。これくしゃくしゃっとなった部分から出てきちゃったりするので、私はここに置いています。これは無印良品のインテリアフレグランスオイルのウッディですね。とってもいい香りです。他にも紙物雑貨を入れていて、これはこの前買ったヤママ文具さんのトレーシングペーパーの封筒です。とっても可愛くて気に入っています。あとはレターセットを入れていたり、パンパンですね。あとはペンとかも置いています。これは東京のみの市で買った
ペンだったと思います。なかなか使えていないので、ゆっくり書く時間を作りたいなと思っています。あとはすぐ手が伸ばせるここには読みかけの本を置いたりしています。これはこの前行った蔵前で出会った本たちです。これはロルバーンのノートたちです。この薄くてちっちゃい方が一人旅によく持っていくノートなんですけれども、その時に感じたこととかをメモしたりしたのを読み返しながら、こんなことを思っていたんだなと思い返してみたり、自分だけの旅行記を書いたりして楽しんでいます。りんご箱の左側のファイル立てには近々で処理しなきゃいけない仕事の書類だったり、あとは気になった美術展のポスターとかを置いています。この隣のカゴの中にはティッシュだったりスピーカーだったり、あと椿オイルとかカードケースとか雑多なものを詰め込んでいます。お次はこちらのスペース。この緑たちはヒメモンステラとガジュマルです。彼らの乗っているこの椅子は東京ガラクタ研究所という古物屋さんで見つけました。ずっと緑が欲しいなと思っていたんですけど、私は過去にガジュマルと苔玉を枯らしてしまったことがあるので尻込みしていました。でも先日ついにヒメモンステラとガジュマルを迎えたので、大切に育てていきたいなと思います。この霧吹きと左側の鉢植えはスタンダードプロダクツで買いました。右の鉢植えは Amazon で見つけました。このフジ椅子は電気スタンドと同じ地元福島のリサイクルショップで見つけたものです。東京のアンティークショップとかだとかなり高くなってしまうので、私は古物を探すときは田舎のリサイクルショップで掘り出し物を探すようにしています。チョコレート色のベルアの座面が可愛くて気に入っています。このマットは最近 Amazon で買ったものなんですけど、まだ見慣れていないせいか馴染んでいる感じがしなくて、ちょっと悩み中です。こんな風にここでのんびり川を眺めながら本を読んだり、飲み物を飲んだり、おやつを食べたりするのが最近のマイブームです。このカーテンは日暮里の繊維街で見つけたインドのジュート、麻の布をサイズに合わせて切ってもらったものを、こんな感じで100円ショップで買ったピンチフックで吊り下げてカーテンとして使っています。透け感があって綺麗なんですけれども、夏は暑くて冬は寒いので新しいものを考え中です。窓の反対側はこんな感じで押し入れになっています。中は動画に撮れるような状態ではないので割愛しますが、ざっくりとこんな感じ。一番右が妹のスペースで、真ん中はラックを置いて2段にして、上は私のお布団を、下には書類だったり救急ボックスだったり家のものを置いていて、真ん中の一番下と左側はほとんど私の洋服だったりバッグ類だったりが置いてあります。一番上にはスーツケースだったり、あとは来客用の布団などが収納してあります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様の今日が良き一日となりますように。